不動産屋さんの階段へようこそ。これは10年ぐらい前に介護士としてデイサービスで働いていた亀ですが美恵子さんという方からいただいたお話です。美恵子さんは当時40代後半で、九州の古民家をデイサービス用に改装した施設で介護士として働くことになりました。その古民家は以前からすでに介護用のデイサービスを開業していましたが、その所有者兼施設管理者が古民家を売却したため、すべて新しい管理者に引き継がれたばかりでした。そのタイミングで新たな追加要員として美恵子さんも配属されたそうです。その介護の職場となる古民家に初めて足を踏み入れた時、美恵子さんはなんとなく気味が悪いと感じました。でも元が年季の入った古民家ですから、内部も古い仕様で薄暗いし、そんな感じがするのだろうと思い、あまり気にしないようにしました。美恵子さんが働き出したばかりの頃は、まだ旧管理者からの最後の引き継ぎが行われていたそうです。そしてその最終日のことでした。美恵子さんを含む新メンバーは、その旧管理者から業務に関連する施設の使用や注意点などの最終確認を受けていました。いろんな引き継ぎの中、その古民家にある神棚をどうするかという話になりました。旧管理者が設置したのか、古民家に昔からあったのかは分かりませんが、今まで長くきちんと祀られていたようで、美恵子さんにはかなり古い神棚に見えたそうです。そこで新しい管理者が、神棚はそちらで引き取ってもらいたいのですが、と旧管理者の男性に頼みました。するとその旧管理者の男性は、もう自分たちはここから去るからと言って、いきなり乱暴にその神棚を外して引きずり下ろしたのです。美恵子さんが何をするつもりだろうと思うや否や、目の前でその神棚を足でバンバン叩き壊し始めたのです。驚いた美恵子さんはその旧管理者に「やめてください」と止めに入りました。でも旧管理者の男性はヘラヘラと笑いながら神棚を完全に叩き割って粉々にしてしまったそうです。無残にめちゃくちゃになった神棚の残骸を見て、美恵子さんもスタッフも言葉を失いました。でも旧管理者の男性は何事もなかったかのように平然と引き継ぎを終了し帰っていったそうです。美恵子さんは世の中にはこんな罰当たりなことをして何とも思わない人がいるのだなと呆れてしまいました。そして内心、これは良くないことがここの関係者に起きるのではと不安に思ったそうです。でもそんなことはありましたが、その後は何事もなく新しいメンバーで順調にデイサービスの仕事は始まりました。さてこの施設の古民家は築100年ぐらいだそうで、部屋数は1階に4部屋、2階に2部屋で全部で6部屋ありました。デイサービスの営業時間は朝の10時から午後3時までで、3時を過ぎたら利用者は送迎バスで帰宅し、その後にスタッフが交代で片付けと掃除をして施設を退出するということでした。そしてちょうど1月ぐらい経ったある日のことでした。午後の3時になり、送迎スタッフは利用者を車に乗せて各家まで送り届けに行きました。その日は美恵子さんが掃除と施設の施錠の係だったので、他のスタッフに「私は掃除してから帰るね」と言って一人だけ施設に残ることになりました。少しして古民家には美恵子さん以外誰もいなくなったので、散らかったものや道具の片付けを始めたそうです。ざっと片付けると、さて掃除機をかけようと用意をしました。
そしてまずは玄関先から掃除機をかけていきました。ザーッという掃除機のモーターの音が玄関から廊下に響き渡り、美恵子さんは黙々とかけていたそうです。すると一瞬周りの空気が変わったような感じになりました。あれと思ったと同時に、いきなりさーっと眩しい光に美恵子さんは照らされました。まるで演劇舞台の照明で全身を照らされたかのように強い光に包まれたのです。美恵子さんは驚いて声も出ませんでした。その光はキラキラキラっとした金色や黄白色の光で、美恵子さんが何これと困惑していると、急に美恵子さんの左の耳元にねえねえという声が聞こえました。正確に言うと耳元というより左側の頭の中に聞こえてきたという感じでした。それもかなり若い少女のような声でゴニョゴニョゴニョと何か話しかけてきたそうです。でもその瞬間美恵子さんは嫌な予感がして、この先を聞いてはいけないと感じて慌てて耳を手で塞いだそうです。そして掃除機を投げ捨て荷物をつかんですぐに施設から飛び出しました。この古民家の施設のそばには同じ経営者の別の施設があり、美恵子さんは急いでその施設に駆け込んだそうです。その介護施設は24時間スタッフが従事しているので、どうしたのとみんな驚きました。美恵子さんはスタッフらに聞いてくださいと今あったことをすべて話したそうです。すると話を聞いていた後輩のスタッフが神妙な表情をしてぼそっとやっぱりと言いました。そして私もあの施設のお風呂場でおかしなものを見たことがありますと言ってある話をしてくれました。あの古民家には改装した介護用のお風呂場があるのですが、後輩スタッフが一人で掃除に入ると誰もいないはずなのに変な気配のようなものを感じたそうです。すぐ顔を上げると視線の先に白い素足だけが見えました。膝から上は透けていて胴体はありませんでした。でもそれは間違いなく女性だったということでした。後輩スタッフはだから私はあそこは本当に怖いんですと言い怯えていました。美恵子さんはあの古民家に入った時から気味が悪い感じがしたのですが、やっぱり獏つきだったのだと思いました。そしてあの謎の異常な光はひょっとして宇宙人などと思ったのですが、正体は全く分からずじまいでした。そこで霊感の強い友人に光の正体を霊視してもらったそうで、その友人の話では悪いものではなく逆に美恵子さんにとって良いもので守っているのではという見解でした。言われてみれば確かに美恵子さんも突然の光で驚きましたが、その光は美しく、聞こえてきた声も少女の声で悪霊や悪魔などとはかけ離れた印象でした。でも守っているとしたら一体何から守っているのか、美恵子さんはいわくつきの古民家だけに気になったそうです。そんな不思議な体験をした美恵子さんですが、気にせずその後も古民家の施設で働き続けました。でも古民家の中は最初の印象通り暗く陰気で空気が重い感じは変わりませんでした。そして分かったことは、古民家の2階が特に異様に怖いということでした。そこには底知れない陰気な得体の知れない何かが存在しているように感じたそうで、できる限り2階には一人では行かないようにしていました。もしこの部屋に長居をしたら
きっと悪いものに取り込まれてしまうと感じ、その時美恵子さんはあの神棚を壊した旧管理者のことがなんとなく頭をよぎったそうです。これは推測ですが、ひょっとしたらこの部屋はあの旧管理者の男性が自分専用か、あるいは多く使用していたのかもしれません。さて、それからしばらくした頃でした。風の噂でその神棚を壊した旧管理者の男性が突如として音信不通になってしまったということを知りました。誰も連絡がつかず、今どこで何をしているかも不明で、行方不明のようになっていたのです。美恵子さんも他のスタッフもあの旧管理者の男性の身に何かあっても当然不思議ではないと内心思っていました。そしてさらに月日が経ち、あの旧管理者の男性の現状が伝わってきました。それは最後に古民家の施設を去ったあの日以来、男性は少しずつおかしな言動をするようになっていったそうです。詳しくは誰もわからなかったのですが、最終的には周りに迷惑をかけるレベルになり、結局心の病に侵されていったということでした。今現在の状態は分かりませんが、ひょっとして最悪の結果となってしまっている可能性もあります。そもそもなぜ神棚を無残に壊したのかも不可解で、あの古民家に住む神とは真逆の得体の知れない何かに旧管理者の男性は操られていたのかもしれません。結局そういった施設ですから他にもいろいろあったそうで、美恵子さんはその後古民家の施設を辞めて今は別の施設で働いているそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。